毎日をポジティブに、人生をハッピーに、インスピレーションの粒をお届けする夏希のリトルトークへようこそ。今回は第1回目の怪しくない初心者向けスピリチュアル生活の始め方と同時に配信する 1.5 回目というか、昭和的に言うと第1回目の B 面として、なぜこのポッドキャストを始めたのかをお話ししたいと思います。まず簡単な自己紹介なのですが、私はもともと2018年に東京ベチライフという YouTube チャンネルを始めて、現在9万6千人の方々にチャンネル登録をいただいています。東京ベジライフを始めた理由は、昔は超肉食女子だった自分がヨガがきっかけでビーガンという生き方を選択して、その中でいろいろと学んでいく過程をシェアしたいと思ったことで、菜食レシピから始まって体と心の健康、環境のこと、自然のことと生活に関わる幅広いテーマで動画を配信してきました。はじめは東京に住んでいて、なので名前に東京が入っているんですけど、より自然に近い場所で暮らしたいという思いが高まって、数年前に自然豊かな長野県に移住しました。数年間にわたってたくさんの方々に動画を見ていただいて、東京ベジライフの動画が食や生活を見直すきっかけになりましたという声をたくさんいただいて、私自身チャンネルを通して視聴者の皆さんからエネルギーをいただきながら、皆さんと一緒に学び、たくさん成長できました。ただその中で皆さんが見たい姿、こうであってほしいというイメージが出来上がってしまっていたような気もして、そのイメージと実際の自分の姿のギャップに苦しむこともありました。そして私の活動をずっとサポートしてくれていた前の夫と離婚して、去年今の夫と再婚、妊娠という一連の私生活の変化があった時に、とうとうその皆さんの中のイメージを壊してしまったなという気持ちがあって、実際に YouTube で妊娠の報告をしたら、たくさんの方がチャンネル登録の解除を選択されて、毎回新しい動画をアップするたびに、どんどんチャンネル登録してくださっている方が減っていったんですね。もうお前の顔なんか見たくないって言われているみたいで、本当に悲しかったです。でも私自身、離婚という選択をして人を傷つけたことに対して罪悪感があって、皆さんに嫌われてもしょうがないと自己嫌悪に陥っていました。そして幸せになってはいけないんじゃないかと思ったりもしました。ただ息子が誕生してから、息子が健やかに成長していくためにポジティブな自分でありたいと強く思うようになって、ずっと罪の意識に縛られながら罪人のように他人の目を恐れながら生きていくのは嫌だと思ったんです。そして今までの人生で一番自分の気持ちの整理、変化、成長を必要としていると思った時に、瞑想やヨガ、ポジティブに生きるためのいろいろな先人の知恵を一通りすでに以前学んでいたことを思い出して、ただ実はそういったツールもどこかで生活や心にある程度余裕がある場合じゃないと使えないと、特に離婚した直後は思っていた時期があって、これからどう生きていこうっていう時に瞑想なんかしてる場合じゃないみたいな。でもはっと気づいたんです。何言ってるんだ。今こそ瞑想すべきだし、今こそ今まで学んできたツールを全部使って自分と向き合うべきだって。それで自分の中のマインドセットがシフトされて、東京ベジライフについては人生の中の一つのチャプターとして、その時はその時の輝きがあって、それに共感する人がいて、でも私はもうその時の私ではなくて、それはそれでいいんだって思えるようになりました。人はずっと同じところに留まっているわけではないから。数年前にビーガンという生き方の学びをシェアしたいと思って東京ベジライフを始めたように、私という未熟な人間が母親としてよりポジティブな人間に成長していく中での学びをシェアしたいと思い、また新しいポッドキャストという形のチャンネルを始めることにしました。新しいジャーニーをシェアすることによって、私と同じように変化や成長を求めている人にとって何かポジティブなヒントになれば素晴らしいですし、誰にも見られなかったとしても学び、シェアの過程で少なくとも私自身はもっとポジティブになるはず。一人でもポジティブな人間が増えれば、きっと世界はより平和になりますよね。より平和な世界で息子が健やかに成長できるように私のできることをしていきたいと思ったのがこのポッドキャストを始めた理由です。動画をずっと見ているのは疲れちゃうという時や隙間時間に気楽に身構えずに聞いてもらって小さなひらめきのきっかけを感じてもらえれば嬉しいです。そんなひらめきの粒が何かの形で大きな山をも動かす可能性があることを信じていろいろなお話をお届けしていきたいと思います。もしじゃああんたの話ちょっと聞いてみてもいいよと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録フォローをお願いします。
皆さんと新たな形でつながって一緒に成長できるのを楽しみにしています。それでは See you next time!